どんだけ会社が嫌なんだよって。どうしても会社に行きたくなさすぎて、気づいたら公園の駐車場にいるとか、本屋さんの駐車場にいるとか。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。今日のテーマは仕事とストレスについてお話ししようと思います。仕事とストレス。仕事をしているとストレスってありますよね。私も会社員でいた時はとてもストレスがありました。最近健康診断に行ってきたんですけど、その時の健康診断の結果と昔働いていた時の健康診断の結果を比べた時にすごく良くなっていました。前、働いていた時、会社員として働いていた時は、コレステロールの値、コレステロールの数字がすごく良くなかったです。あと、肝臓の数値も良くなかったです。肝臓っていうのは体の臓器ですね。体の中にある臓器です。お酒を飲みすぎたりしたり、薬をたくさん飲む人は肝臓が悪くなりますよね。私はお酒は飲んでなかったのに、肝臓の数値が悪かったんですよ。でも、今回の健康診断の結果では、肝臓の数値もコレステロールの数値も、正常でした。健康でした。コレステロールとか肝臓の数値が悪くなるのって、ストレスも関係しているそうです。そう言われてみれば、今は、ほぼほぼストレスのない状態なので、何が原因だったかなって考えると、やっぱり仕事のストレスだったのかなと思ったりもします。仕事だけじゃなくていろんな要因があったかもしれないんですけど、とりあえず健康診断の結果が良かったので、とても嬉しかったです。前は、多分 C とか B 判定でした。ですけど、今回は A 判定、一番いい結果だったので、安心しました。仕事をしているとストレスってゼロではないですよね。必ず何かしらあると思います。例えば職場の人間関係だったり、そもそもの仕事が自分に合っていなかったり、あとは、上司からのストレスとか、あと出勤の満員電車に乗るストレスとか、いろんなストレスがありますよね。ここで一つ私の昔話をしようと思います。一番、働いていた時のストレスがピークだったなって思う時の私の、チーンエピソード、今思えば面白いかもしれないエピソードを一つお話しします。私は車で出勤していたんですね。会社まで。車で行っていました。いつもの通りに車に乗って運転していました。私の行っていた職場は家から職場まで20分くらいでした。25分くらいだったかな。で、橋を渡るんですね、私。職場に行くまで大きな橋を渡るんです。橋を渡り終えて、左に曲がると職場があって、まっすぐ行けば職場には行かないんですけど、なぜかわからないんですけど、左に曲がるはずなのに、どうしてもまっすぐに行ってしまうんですよ。左に曲がるってわかってるのに、ハンドルが左に行けない。まっすぐ行ってしまうんですね。まっすぐとか、気づいたら、なんか公園の駐車場にいるとか、本屋さんの駐車場にいるとか、そういう時もありました。どんだけ会社が嫌なんだよって。なんか無意識のうちに、無意識じゃないけど、
なんかどうしても会社に行きたくなさすぎて、違う場所に行ってしまうっていうことが何回かありました。そんなこともありました。今思えばなんか面白いなと思うんですけど、あの時は本当に絶対行かないといけないのにっていう心だったので、とっても苦しかったのを覚えています。心は行かなきゃって思ってるのに体が行かないっていう感じでした。体は分かってるんですね。なんかストレスとか、私には絶対ストレスない、大丈夫って思ってても、体は正直に反応するんですね。眠れなくなったりとか、あとは、お腹が痛くなったりとか、頭が痛くなったりとか、体はとっても正直ですね。私は、出勤で車に乗ってて、行こうとしてるのに会社にたどり着けないっていう、そんなことがありました。皆さんは無理してないですか？健康診断とかって外国でもありますか？日本では1年に1回、会社で働いてる人は健康診断っていう、うーん血液検査とか尿検査とか、あとは血圧とかを調べる健康診断があります。仕事に嫌なことが一つもないっていうのは、難しい話だと思います。その嫌なこと、ストレスをどうやって受け流すか、スルーするか、その嫌なことをどうやって受け流すか、スルーするか、スルー力、日本語でスルー力って言うんですけど、例えば嫌な上司に嫌なこと言われた時に、それをずっと考えるんじゃなくて、スルーする、聞こえなかったことにする、そういうスルー力をつけられたらいいですよね。私は、あの頃は若かったので、そのスルー力が足りてませんでした。でも時間が経つとともに、なんかどうでもよくなってくる。年を取ったから、なんかそういうのを気にしなくなりました。でも実際また会社に勤めてそういうことがあったら、嫌なことがあったら、スルーできるスルーできるかできないかはわからないです、正直。でも一つ言えるのは、もし健康診断とかで悪い結果が出た、良くなかったら、ご飯も気をつけているし、運動も気をつけてやってるのに、そういう悪い結果が出てしまったら、一度、なんか、ストレスになってるものは何かなって考えて、それを取り除いたり、取り除けなくても、解消できる方法を試していくのが大事じゃないかなと思います。今の私の日本語の先生は本当にとっても楽しくて、あとコントロールできてる、自分のペースでできてる、コントロールしてできてるっていうのが大きいのかな。それのおかげもあって健康診断結果が良くなりました。結果オーライです。なかなか仕事とプライベートを分けることって難しいですよね。でも会社から一歩出たら、もう会社のことを忘れる。これは私も昔会社にいた仲いい人に言われたんですけど、6時の終わりの時間が来て、会社から出た瞬間、もう仕事のことは忘れて、プライベート、家で何するか、家で何食べるか、家でどんな映画見るか、あと誰と過ごすか、それだけを考えた方がいいよって言われました。当時の私はそれを言われた時、なかなか難しかったです。仕事とプライベートを分けるのが。
でもそれも習慣、訓練だと思っています。なかなか本当に難しいんですけど、できるように絶対なるので、できるように絶対なります。大丈夫です。じゃあ今日はこの辺でお話を終わりにしようと思います。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のポッドキャストでもお会いできることを楽しみにしております。バイバイ、またね。